今が一番いいよ。ありがとう。で入院したのね。そう、一日入院したいみたいな。じゃあお座りください。失礼します。目をね、こうしてほしい、こう。薄めにして、あんまり上とね、下をね、くっつけないでほしいです。すごい。としくんのさ、まつげ扇状だわ、ちゃんと。だって端に行けば行くほど長くなってる。あんまりおらへんとこ言いますよ。でも性別の違いか。いや、そんなことないよ。男の人でもまつげバッサバサの人おるもん。いや、そこにいるじゃん。うん。だから。ちょっと当ててみて。全然違うよ、今。ちょっと鏡。キモとか言わんといてよ。どうもどうも。ちょっとこれ、マスカラ。どっちがせやめて。すっげえこんな長いまつげむしって移植してよ、自分。私もまつげそこそこ多い方だって自認してるけど、それは多いぞ。これすごいすごい。最悪のタイミング取ったらお前バカにしとるだろお前ちょっと。ごめん、ちょっとこれ根元がさ折れてるからさ。あ、どうもご覧ください。目の大きさ全然ちゃうっしょ。全然ちゃうっしょ。やばいじゃろこれ。しかもなんか縦にね。自分でやったらね、こういう自然なカールに仕上げることができるの、慣れるとね。ああ、なるほどね。このワンと3とこれ。え？あ、そっか。両方やるじゃん。どうせ暗闇の中だから見えへんやろ、顔なんて。まあね。じゃあまた半目になってる。あれやな。こうでこう。なんか眼球を前に押し出す感じ。あ、そう。メイクアップアーティストのヒロさんも、こうって言ってたわ。なんか言われる前にやってたわ。このビューラーもさ、結構値段上がったんよね。高いなって思って初めて買った時もそんな1000円もしなかったけど、今普通に1000円超えてるもん。物価高。よし。どうまあ。すごい目がパッチリ。なんか左目疲れてないあ、こっち？右と左でさ、やっぱりまつげの量微妙に違うんだよね。自分でやるとね、左の方が上手にできるんだよ。あんまりわかんない。まあアイシャドウとかつけないとね。どんどんつけられてる。違う。キエにもヒアルロン酸入れた方がいいって言われたし。誰に？キエに。どこに？ほうれい線と見てみましょう。なんやろ別に。なんで不自然になるよ、そういうの入れると。ずっと入れ続けないといけないし。トシ君のほうれい線が気になるかもしれない。気になる？年々やっぱりね、深くなってきてね。トシ君のほうれい線は可愛いと思うよ、私は。さっきとどうなるさ、紫色の服着てて、あれがトシ君。笑ってますけども。何やってんか名前。トシ君は自分で辞任してんだから。あ、それじゃろ？これをトシ君そっくりの眉毛つけたらそっくりって言うかもしれへんけど。まあ、でもほうれい線と目を見てくださいって話よ。これなんて名前なんこれ？何だっけ？グレンだ。あ、グレンか。グレンだとグレンってなんか双子だったのが二人の魂が合体しちゃった系ね。じゃあわしももう一人大学どっかおるんかな？普通は自分の拒否する方だよね。ほら。雨の日。全部閉めたんだお前。ただみんなはね、一緒なんよ。毎日平和に暮らしたいっていう。喧嘩はしてないんやな。思想の違いや。なんか考えがちょっと違っても大事な人なのは変わりないで。めっちゃお肉入っとる。めっちゃ入れた。ねえ。お母さん、これ全部入れんの肉って言ったけど、もう全部入れてって言われて。ソーセージも入れんの？もう入れてね。
ソーセージってさ、こういう渦巻きのやつじゃないよね。あ、じゃないじゃない。あそうなのまた違う適当になんかその辺で売ってる、なんていうの、こう味がついてるソーセージ、あと焼くだけみたいな、ああいうやつ。こういうの入れるとさ、味が染みてるから、そうね最初炊くときに塩の加減しないと辛くなっちゃうからさ、まあ、最後水足してごまかしたらいいんだけど。さっきめっちゃ写真撮ってたんや。大根の煮物もある。これかわいい。下町のランチョンマット。いただきます。いただきます。あれも高いってよ。何このわざわざプチトマトをさ、半分に切ってくれる優しさよ。いつもは切らないよ。こうやってなんかちょっと差をつけてくるとこ払う。ね。いや、自分の耳で聞く自分の声とうん。音声で聞く自分の声にこうギャップがすごくて、わかる。自分の声が気色悪いなって思うんだよ。最初めっちゃそうだったもん。もうな。うん。今もう慣れたけど。二人の声は音声で聞いても、う耳で聞いても一緒なんよね。ああ、わかる。やっぱり内側から響く自分の声と、うんうんうん。外から後で聞く自分の声が全然違うんだってね。それわかる。最近サラダこの量なんやけどさ、うなんかいつも思うよね。森って。ん、ベジファースト。でもうみんなが揃えて最初にサラダ食べようよって言ってるみたいにみんなサラダしか食べてないんだよ。ピリッとしないね、そんなに。ね。うん、よかった。美味しい。い美味しい。や、サイトは違うんだけどさ、うん。私キクラゲめちゃくちゃ好きなんだよね。わかる。めっちゃ好き。キクラゲめっちゃ入れとった時あるよね。キクラゲだけでいいもん。中華丼にキクラゲ入ってるとうんテンション上がるの。食感？わかる。半分以上ね、キクラゲでもいいぐらい。聞いてる食感？まあうん、食感よね。食感もそうだけど味がねよく染みてる。ああ。いくら炒めてもコリッと感が消えないところがそう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 。ナイス。ゆりちゃんの食べる。いただきます。美味しい。美味しい？うん。よかったよかった。難しい。私ちゃんと母の味継承したでなこれ。そしてそれをとし君が継承してる。うんうんうん。もう最近全然作ってないもんね。大根美味しい。美味しい。うん。ね。美味しい。久々。うん。ごちそうさまでした。お疲れ様でした。美味しかった。ね。喋りに集中したせいで食べるのが一番遅くでした。ごちそうさまでした。本当？うん。あ、いただきます。いただきます。ちょっとありがとうミルクレープ。ファミマのだから。一回さ、千葉が戻ってね、うん。なんか買おうかと思ったけど、あ、そうですか。そうマー君が返信宣言。変人？返信。聞いてない返。信。なんて僕ミーティングやってん。あ、5時からのあれか。ね、さ、ぶっちゃけた話さ、月収いくらぐらいなったの？兄ちゃん欲しいものがあったらすぐ買っちゃうもんな。そうだよね。お前もな。もうアマゾンでさ、もうまた来とると思って。帰るで玄関取ったらプーンっていうような音が鳴るよ。荷物来てますって。ブーンやろ。ブーンだな。どっちもよ。あんたもやで。俺そんな買ってないじゃんだって。絶対何かしら入ってるの。いや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 。いやとしくんさ、たまに急になんか本買うんよ。へたくさん。で、読まずに読まずにここに下に積まれとってさ、あなんかもうジャケ買いみたいな。例えば広島のさ、帰りっていうか、どうだった？なんかお母さんたちとかさ、楽しかったとか言ってたのかなと思って。いや、私は楽しかったねって話をしとったけど、行きみたいにさ、席をこうくるって回転させられへんかったから。あ、そっか。あ、そっか、もう喋れへんもんな。確かに3人席のとこしか空いてなかったから。お父さんたち気がついたら寝とったよ。まあ疲れとるよね。そうだよ結構歩いたし。ね。でもなんか手紙送ったけど逆に恐縮させたんならちょっと申し訳なかったなって。いや多分手紙はねめちゃめちゃ嬉しいと思うよ。そうなんや。うん、手紙大好きだけどあの人。
あの人あの人かだって私もうあそこで喋ったこと全部忘れた。てかなんかトシ君もいっぱいいっぱいやったと思うけど、トシ君がもういっぱいいっぱいで周りが見えてないのを僕は察してたから、ちょっとみんなの天候とか、私も一応見よったよ。みんなおるかなって。最終的に言いたいことはね、美味しかったこれですね。でも楽しかった。うん。そうでも俺たちさ広島から帰ってきたらさ、2人して熱出して熱出したの？体調崩したよ2人とも。熱出て、したらトーマも下痢じゃん。そうトーマくんはもう向こうの3日目ぐらいかもうずっと下痢だったよね。で帰ってきたらさユリアもさ体調悪くなってさ、ユリア最初下痢とかから始まり、で気づいたら夜にね、また胃拡張って言ってさ空気いっぱい吸って。空気じゃないよ、中でガスが発生する、なんか嘔吐っぽい感じでさ、それで空気ずっと吸ってしまって、腹がパンパンになったんよね。なんか出ないんだよね。出せんけん。そうで入院したよね。そう1日入院したよミリア。そういえばさミリちゃんにもらったさステンレスボトルか早速次の日使っとったね、母が。よかったよかった。そうカバンの中に入ってるさ大丈夫だねって言うとこれええわ言うてねね父さんも多分すぐ使いよったらしいけん超喜んどったよ。今度は伊勢かな。伊勢じゃね次は。三重県で伊勢ぐらいしかないよな。伊勢と鳥羽水族館ぐらい。でも鳥羽水族館とさ伊勢神宮ってさ近いよって結構遠いよね。なんか途中でめっちゃ二股に分かれてくるよもんなあれ。しかも宮島みたいにさ移動手段がさ電車遠いよな。目的地駅からの目的地の遠さが半端なくて。でもかけ直せみたいな顔された。かわいい。かわいい。あれじゃん。あれじゃん。あれそもそもあれじゃん。この家族全員がさ、揃う予定じゃなかったじゃん。ああそうだね。お父さんがさまずみんなで広島に行こうよってさ話したらさ、お父さんがなんかめちゃくちゃノリノリだったはずなのにさ、レオをなんかどうしても連れて行きたいって言ってさあれで連れて行ってたらどうなったよな。ねえ超大変だっただろうね。で車で行こうとしたんだよ。あそうか。レオ連れて行くために。ではその前に長時間のドライブでレオの体調が悪くなったことがあったのを例に挙げて、連れて行きたいっていうのは人間のエゴやで。お父さん正論で叩きのめすと不機嫌になるんですよ。でその後にそもそもだってうちの姉一番上の姉がさああそうやってね、最初は来るか来ないか分からんとかそうでもう1年ぐらいもう連絡取ってなかったじゃんでそれでさトシ君のお母さんからさ、中を取り持ってあげてやって僕が言われて、で僕が連絡してたんやけど、結局お母さんやんな多分。もうなんなら当日はもうめっちゃめっちゃ楽しんだったけどねでその次は父親よ。そう父親が行かないで行きたくない。でもさトシ君のお父さんさ、めちゃめちゃ若々しいよな。年齢のさ、話を聞いてビクってやった。一番目だと思うね。75だと思う。でも昔の写真よりさ今のが若いね。足持ってるんよお父さんの写真。何でもっと足持ってないの。お母さんの根元をさ受け継いでるよ。ほら。ああ、本当に痩せとったんだろうね。一緒にいるトシ君のがトシ君がなんかクソガキやもん。抱っこしてるのありちゃん？それとも。多分ちょっと。ありちゃんだよ。ありちゃん？ありちゃんか。ありちゃんの後ろにいるトシ君がマジクソガキだ。ほんまじゃ。やばい。若っていうかなんか骨。痩せとんじゃんもうだって。そう思うし今は可愛くなったよ。今より10何キロ痩せとるじゃん。はい。今が一番いいよ。ありがとう。そう。トシ君今が一番いいよ本当。本当。だからほうれい線。トシ君がね思ってるよりほうれい線見られてないから。見られてない。そう。でお父さんがね。そうでね。いろいろあってね。そうだって私電話したもんね。そう。父さんに直接。そうお父さんに直接電話したの珍しくね。そう。今まで全然連絡取ってなかったけど、そう電話してそしたらいやちょっと体調もあるけんちょっと今回やめとくわ。そう歩くの大変やしなって言ってて。まあ無理せんでいいけんみたいな感じで終わって、そしたら母親がなんか声かけてね。ち
ちょっと強めに言ったんかわからんけどさ、うん今回ぐらいしか集まることないんじゃけんっつって言ってくれて、行くわみたいな感じになって来てくれるようになったね。しかもなんか結婚みたいなもんやからってあそう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 結婚みたいなもんって何？違う結婚式に出る気ないんじゃけんみたいな。あね、そういうのみんながこうそうね、いうことか。そう言ってあげたらいいじゃんみたいな。新婚旅行にみんなついてったって感じやもんなあれ。あ、そうね。まあ確かに。新婚旅行確かにね。まあでもなんかさ、こういう風になんか家族で会うってそもそもさ、ことすらなんか想像できなかったというか、ね、墓場までゲイっていうのいやもうね、カミングアウトするのもうんやめた方がいいって周りねみんな言ってたしね。例えばブラジルってそういう人昔からオープンな気風やし、お父さんとお母さんは平気なんちゃうかなと思ったけど。うちがもう本当に5分で終わったもんね。早かったよな。あ、はいはいはい、そう。普通って言われたの。ね普通。あ、読んだ了解。なんでそんな悩んでたのみたいな感じ。あ、そうそうそうなんかもう軽あ、終わったわ。軽っていうのどっちも軽かったんやけどね。だって別にさ、お兄ちゃんが変わるわけじゃないじゃん、性的思考のまあね。違いで。そうでもそれでなんかお父さんお母さんもなんで僕が家では何も喋らなかったとか秘密にしてたのかっていうのが全部紐解かれたからなんかそれでなんかすごい喜んでたのかもしれない。なんでか食べた長年の。そうだからあんたあんなになんか昔嫌な感じだったんだね。ピリピリしとるみたいな。まあそれはねなっちゃうよね。うんそうだから結果的に良かったね。野生の動物でもさ、似たようなこと起こるんやから人間に起こらないはずじゃないやんな。同性愛ってこと？っていうか戦国武将やってそばに見目のいい胡椒を控えさせとったのは、そういう相手をさせるためでもあるし、戦場で女は邪魔やでな。ダメだ。この手誰？布団の中から現れた評論家みたいな。今日多分こっちで寝んのかな。ね、そのままにしとったら進まない。でも2人があっち行ったら行くよ。いやそれは分からんもん。そんな。今が心地よかったらそっちで寝ちゃうかも。だってもうだってこんなの初めてやもん。確かに7時から7時半の間スマホ触ってるから。そうこんなのさ、2人明日も仕事やもんな。私は在宅だけど。在宅だけどあれお昼から会社行って集中できんだよ家だと。あさってあるよ。飲み会だよ。It's our Toma channel.